こんにちは、こたつ豆ニュースのお時間なのだ。今回は航空自衛隊の T4 練習機の墜落について個人的な考えをお伝えしていくのだ。この動画で何を伝えたいのかというと、自衛隊機が地上の被害を避けるために池を目指して突っ込んだという、現在多くの人が思っている状況は考えにくいと思っているのだ。おそらく結果的に池に墜落したものと考えているので、その理由の説明になるのだ。なお、こたつ豆ニュースの中の人は元航空自衛隊のパイロットなのだ。さて、事故の概況を説明すると、2025年5月14日午後、名古屋近郊にある航空自衛隊小牧基地から、2人乗りの T4 練習機が北向きに離陸。離陸後右旋回しつつ途中から高度を落としイルカ池に墜落しました。空港周辺は市街地であり、これを避けるために無理やり人がいない池に突っ込んだのではないかと考える人が多いようです。墜落直前の様子は多くの人が目撃しており、背面飛行のようだった、アクロバットのようだったとの証言があります。このような状況からまず最もおかしいと思う点は、背面状態やロールをしながら意図した地点に落ちるという動きです。個人的なパイロットとしての感覚としては、どんな状況であっても90度以上傾けた状態で地上のどこかに機体を近づけるという選択肢はありません。不時着する場合はまずは正常な姿勢で行うことを考えます。どうしても方向転換が間に合わない場合でも、それでも90度までです。それ以上傾けることのメリットがありません。もし無理にでも背面状態に近い傾きでやろうとしても、おそらくうまく狙ったところには持っていけないでしょう。というのも、誰も地上付近でそのような操縦をしたことがないからです。通常の向きの時と背面状態では翼の揚力が発生する向きが変わり、これを踏まえた操縦が必要になるためとても難しくなります。どのようなパイロットも背面状態で機体をどこかに狙ってぶつけようなんて考えませんし、できません。また、不時着場所として近くの池に無理やり持っていくという点が不自然です。上空でエンジンが止まったりした場合、パイロットは不時着できる場所を探しますが、候補としては、海、できれば海岸沿い、川、高速道路、見通しのいい畑、ゴルフ場などがあります。基本的には滑走路のような長くて平坦な場所ということになります。生存率を上げるためには通常の着陸のように浅い角度で設置することが重要なのですが、墜落したイルカ池は大きな池ではありますが、不時着するには少し狭いです。また、浅い角度ではなくかなり急な角度で突っ込んだように見えます。生存を前提とせず、人を避けるために無理やり突っ込むのであれば、別に池である必要はなく、その付近に広がる森でもよかったはずです。T4 には緊急脱出装置がついています。今回の事故ではこれは使われませんでした。この脱出装置は上向けに射出されるので、背面状態だったから使われなかったのではという意見が多くあります。先ほど不時着の話をしましたが、緊急脱出ができるのであれば森や山も不時着場所の候補になってきます。イルカ池の周りは山が広がっています。地上の人に被害を出さずに脱出するのであれば、山間部に向かった後ぶつかる前に脱出すればよいわけで、池に突っ込む理由がありません。飛行機はエンジンが止まっても滑空することができます。そのため、不時着場所を探すときは滑空で行ける範囲にある場所を探します。それより手前に適切な場所がある場合は、無理に機体を落とすようなことはせず、旋回してその地点にたどり着けるかどうかを判断します。高度が低すぎて、旋回していたらたどり着けないような場所は候補から外れます。このような理由から、
パイロットの視点からは、池に意図して突っ込むという選択肢は考えられないのです。次に、自己犠牲についてです。地上の人に被害を出さないために自らを犠牲にするという考えについて、これもありえないと思います。航空事故や自衛隊の事故はなぜか美談にされがちです。ですが、いざとなったら命を顧みずというような教育はされていません。地上への被害は避けた方がいい。そして自分はどうにか不時着できる場所を探す。ここまでが実際にパイロットがやるべきこととされています。その先の、ではどうしても周りに被害を出さずに不時着することができなかったらという究極の状況については考えることはありません。もしあったとしたらそれはいわゆる思考実験の範囲であって、現実的な話ではありません。いわゆるトロッコ問題と同じです。自衛隊法52条に含むの本旨というものがあり、ことに望んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、という部分があります。これを曲解して、だから自己犠牲を選んだのだという意見がいくつか見られますが、これは今回のようなトラブルの時の話ではなく、有事の時のことを言っているのであって、被害拡大阻止のために自己を犠牲にせよと言っているのではありません。緊急脱出装置があるのならそれを使うべきであり、それをせずに自己を犠牲にするのは自己犠牲よりもひどい行為だと思います。こういった点からも、今回は脱出する時間的あるいは状況的な余裕がなかったといえ、つまり意図的に池に墜落させることはできなかったのではないかと考えています。では、今回の事故で考えられるトラブルの状況について考えてみましょう。先ほどまでの説明のように、T4 は意図せずに池に落ちたのだと考えています。したがって、動力関係の破損や故障が原因の可能性が高いのではないかなと思います。翼、水平尾翼、エルロン、ラダーの破損。コントロールをエルロンやラダーに伝える部分の異常。電動トリムの暴走などの可能性があります。事故の原因についてはまだ何も分かっていませんので、今のところ言えるのはこの辺りまでです。というわけで、パイロットの視点から今のおかしな状況について考えてきたのだ。イルカ池というのは小牧基地に離着陸する時の目標点として設定されていて、T4 も離陸した後はこのイルカ池の上を通る予定だったのだ。今回たまたまこの池に墜落したために、意図的に池に落としたと思われるような状況になってしまったんだけど、これがもう少しずれて違うところに墜落していたらこうはなっていなかったと思うのだ。今回の動画はあくまでこたつ豆ニュースの個人的な考えの範囲の話で、もしかしたら皆さんが思っていた通りの状況だった可能性もあるのだ。なので今回は控えめに、そんな意見もあるのだなというくらいの感覚で見ていてもらいたいのだ。今回も最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。